はい、皆さん、こんにちは。ローランです。このローランというチャンネルへようこそ。今回の動画には、自分の日本語を学ぶ経験について話してみたいと思っています。どうして日本語を勉強し始めたとか、どれぐらい日本語を学んでいたとか、どんなツールを使ってみたとか、どのレベルを至ったとか、こういう質問に答えたいと思っています。では、そろそろ始めましょう。子供の頃から今までも漫画やアニメが大好きなので、特にドラゴンボールのガチ勢なので、日本語かっこいいじゃんと思って、いつか字幕なしアニメを理解できるようになりたいと思ってて、日本語の教科書を買って、自分でひらがなもカタカナも簡単で基本的な文法も勉強し始めたんですよね。で、ゼロからひらがなとカタカナを読めるようになったんですよね。大学で情報科学を学んでいて、つまりコンピュータやプログラミングについて勉強してて、もちろん日本語のクラスはなかったんですよね。ですが、大学で開講されている日本語の夜間クラスがあって、こういうクラスを受けてみました。そこで3年間ぐらい日本語を勉強してて、0から A2 みたいなレベルを至ったという感じがします。で、A2 というのは JLPTM4 みたいなレベルだと思います。この授業は週に1回2時間ぐらいなので、つまりこういう3年間の勉強の時間と合わせると、えっと、週に2時間かける3、13週かける3年というのは約200時間になります。こういう夜間クラスを卒業したら別の中上級授業を探してみて、あいにく住んでいる場所には、あの日本語のクラスはあんまりないので、大変になりましたね。で、同じようなレベルだけの別の授業を見つけて、また3年間ぐらい日本語を学んでいっても、レベルはあんまり変わらなかったという感じがします。22歳の頃に仕事のためブルッセルに引っ越して、ブルッセルには日本人が多いので、日本語のクラスは、住んでいた場所と比べると多いので、別の日本語のクラスを探して、ある授業を見つけました。こういう授業はとても楽しかったのに、レベルは多分自分の能力に高すぎましたね。高すぎるという感じがしました。で、ここで1年間ぐらい勉強してて、また60時間くらい日本語を勉強してきました。で、その後、元の場所に戻ってきて、授業はやめました。全部、全部の授業を合わせると、つまり約460時間になります。当時から今までも暗記というソフトを使ってみました。暗記というのは多分皆さんはよく知っている可能性があるんですが、ちょっとだけ暗記を紹介したいと思っています。で、暗記はフラッシュカードのアプリなので、単語も、日本語の単語も日本語の文法も復習や練習できるアプリです。自由にフラッシュカードのデッキを作ったり、他人に供給されたデッキをダウンロードしたりできます。暗記を使い始めてから、今までダウンロードしたデッキしか使っていません。練習を始めたら、知らないフラッシュカードも、もう1回以上練習したフラッシュカードも現れて、意味や
読み方がわかるかわからないか自分で評価して当てていたら練習間隔は長くなります。つまり、次回もう一度現れるときは延期します。当てていなかったら練習間隔は小さくなります。平均は当時から、つまり7年前の頃から今まで暗記で、多分1日に15分ぐらい練習できました。15分かける7日かける52週かける3年間は約600時間になります。他のとても大切で便利なツールは iTalki というウェブサイトとアプリなんです。iTalki で先生でも先生ではなくても日本語ができる人と話したりできます。例えば、もし日本語で話したかったら、日本人か日本語ができる先生を探してみて、先生のリストが出てきて、一番適当な先生を選択できます。全員は自己紹介の動画をアップしてくれましたので、教え方や性格がわかりやすいと思います。もちろん、無料ではなくても、料金はそんなに高くないと思っています。で、この7年間の間に、iTalki で約40時間、日本人と話す機会がありました。つまり、この14年間ぐらいの間に、ゼロから今のレベルまで、多分、ほぼ1200時間が必要でした。こういう数は、こういう1200時間の数というのは、とても大切なことだと思います。で、この動画に紹介された情報の中で、多分一番大切なことだと思っています。理由は、最近までも自分の日本語の能力についてあんまり自信を持っていなかったし、日本語のレベルは不十分だと思っていました。14年間ぐらい勉強したのに、まだペラペラではないと考えました。こういう気持ちは、多分、日本語を学んでいる皆さんはよくわかっているはずでしょ？流暢になるように必要な時間についてちょっとだけ調べてみて、平均は2200時間は必要だと言われている情報を見つけました。というわけで、今は多分その2200時間は半分ぐらい勉強してきましたね。こういう情報を見つけてとても嬉しかったですよね。確かに14年間は長い間でもペラペラに話せるのに必要な時間の半分でこういうレベルを至るのは、がっかりことではないかもしれませんね。日本語を練習する時間は少なくても絶対にできますね。絶対にペラペラに話せるようになるはずだと信じていますね。では、以上になります。今まで見てくれて本当にありがとうございます。次の動画には Education First EF という海外学校で留学した経験について紹介したいと思っています。では、バイバイ。